こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。虫人です。それでは見ていきましょう。ということで、こちらの商品皆さん覚えてますでしょうか？これね、2017年から2019年くらいまでにバンダイで発売されていたおもちゃになります。はい。で、これ今4つね、はい、いるんですけれども、これからくりメカシリーズっていうこの虫人の中でもめちゃくちゃおもろいシリーズです。で、この簡単に虫人の説明しますと、こういう虫の忍者がいます。ちっちゃいYouTube とかでもなんかアニメやってたんですけど、アニメっていうかなんか短いやつやってたんですけど、はい、こういう虫の忍者で、商品ラインナップとしてはこの虫人のフィギュアが、たくさん発売されてて、でなんかその切り株のお家にこう入れられるみたいなのとかがあったりとか、こう基地がねこう発売されて、なんか靴から変形して基地になるやつとか、なんかいろいろ牛乳パックから変形してみたいなのがあったりとかするシリーズです。でその中の一つとしてこのからくりメカっていうでっかいこの虫が変形するっていうシリーズがありました。でそれが4つなんですよね。この実際もう1個あるんですけど、その芋虫があるんですけど、そのからくりメカそれ別に変形しないんで、ちょっと今回省いてます。はい、ということで、早速見ていきましょう。まずはこちらがカブト武将と言います。はい、カブトムシですね。でこれがカブト人です。はい、こんな感じになってます。ちゃんとこの背中がなんかカブトムシの羽みたいになってるっていうね。はい、で前から見ると忍者っていう面白い見た目です。でこの刀を持たせていると。でこの可動は腕のみですね。でこの虫人のおもちゃの特徴として磁石がここに入ってます。足の下に。でこのカブト武将にもここに磁石がついてるので、上から落とすと、これはミスです。うまい感じにこうやってあげると、はい、くっつきます。なので、はい、こんな感じで無視状態で、乗せることができるっていうね、はい、感じになってます。こんな感じで、はい、磁石でくっついてます。はい、じゃあ早速このカブト武将をちょっとロボットモードにしていきましょう。でこれどうやってやるかっていうと、この下にコロがついてます。こう1234って、はい、でこう転がしてこの倒れているカブト人を取り込む。そうすると、瞬間変形します。ということでやっていきましょう。いきます。はいはい、ちょっと今失敗ですね。これちょっとね何回かやる必要がありますと。じゃあやっていきましょう。今ちょっとこれだ、ここがちゃんと下がってませんでしたね。はい、じゃあ次もう一回いきましょう。いきます。はい、ちょっとね見えにくかったかもしれませんが、もう一回いきましょう。はい、これねどうやって変形しているのかと言いますと、はい、ここの黒い部分、ここに磁石があります。でそこにこのカブト人がくっつくことで、変形が開始されるという。ちょっとじゃあやってみます。いきます。こうやって入れてくっつくと、はい、こんな感じで、これすごいよね。で変形してちゃんとこう立つっていう。しかもこのデフォルメ感めちゃくちゃかわいいっていう、はい、感じになっております。ちょっと後ろからの、アングルもちょっと見ていきましょう。はい、後ろからこの羽がね開きます。いきます。はい、ちょっと今倒れちゃいましたけど、こうやってパカって羽が開いてます。はい、っていうね感じになりまして、この肩とかちょっとこう開いてあげて、腕をこうやってね、はい、動かしてあげて、でこの足の下に、なんと刀が2本埋まっているので、これを持たせてあげれば、はい、これで、カブト武将になります。どうでしょう。めちゃくちゃかっこいいですよねこれ。
めっちゃ好きなデザインなんですけど、はい、こういうねこの甲冑感がありつつ、こうカブトムシとこうねいい感じに、ね、組み合わせられてるっていう面白いですよね。でさらにこの見てください、中ほらコックピットになってるんですよ。これ面白いですよね。めちゃくちゃ面白いんですよ。なのにこれ4つしか発売してないんですよね、このシリーズね。もうちょっとねなんかたくさん出てほしかったですね、個人的には。はい、という感じでちょっとあれこれがちょっとね、はい、こんな感じですわ。はい、っていうまずはこれが、カブト武将です。はい、じゃあ次こちら行きましょう。これが、クワガ武人ですね。はい、クワガ武人、クワガタです。こんな感じになってます。さっきのカブトムシとはちょっとこの逆向きになってるっていう感じになってます。さっきのカブトムシ腕がこっち前側についてたんですけど、今回逆ですね。はい、っていう感じでこのクワガタの顎がありますね。でこちらがクワガニンになります。どうでしょうか。はい、こんな感じになってます。クワガタってことでこの剣が2本ありますね。はい、2本持ってます。でこれももちろん、はい、この虫状態で上に乗せることができます。はい、こんな感じですね。で、はい、じゃあ次このクワガ武人ですねはどうやって変形させるのかっていうと、この羽をパカッと開きます。そうすると中に隙間があるので、ここに、そのままこれを入れるっていう感じになります。じゃあちょっと入れてみましょう。上から落とすと変形します。いきます。はいはいはい、万歳してます。ということでちょっともう一回ね見ていきましょう。はい、ちょっと次は後ろから見てみましょう。この顎が前にガチャって動きます。はい、じゃあいきます。後ろから入れると、はい、こんな感じです。はい、おもろいよね。はい、このさっきのねカブト武将とはまた違った変形になってます。はい、っていうね、ちょっと今これ中で剣が外れた。はい、っていう面白さがこの虫人ですね。はい、という感じでちょっとでこれも変形させてあげましょう。もう簡単ですね。腕を下ろして、はい、これで、クワガ武人になります。でこの顎は背中から外すことができて、この腕にね持たせることができます。はい、こうやって、はい、2本のこううねった、ね、はい、剣を持ってるって感じになります。どうでしょうか。いやめちゃくちゃかっこいいですよね。面白いですよね。このなんか甲冑のデザインとこの虫を合わせてるっていう、はい、こんな感じになっております。じゃあ次行きましょう。次は、はい、こちらカマキリですね。はい、こちらやっていきましょう。これがカマキリ丸って言います。でこれのちょっと虫人見ていきましょう。はい、こんな感じの見た目になっております。このカマキリ人っていうんですけど、もう目がもういかついですよね。でなんかふんどししてるのかな。これ敵ですね、おそらく。はい、でカマ持ってます。カマキリだから。はい、っていうちょっと怖いですねこれは。この頭のデザインとかもねカマキリっぽくていいですね。はい、でもちろんこの状態で、はい、この頭の上にこうやって乗せることができますと。はい、こうですね。でこのカマキリのデザインも面白いですよね。しかもこう結構大きいっていう、はい、こんな感じになってます。じゃあこれも変形させていきましょう。これの変形方法はここのもう開いてる部分にこのカマキリ人をスライドしてあげるっていう感じになります。じゃあいきます。はい、ちょっとちゃんと締まりきりませんでしたが、もう一回いきます。正面からいきましょう。はい、いきます。
はい、こんな感じになります。これ面白いんですよね。個人的にめちゃくちゃ好きです、このカマキリ丸の変形。はい、ちょっと後ろから見てみましょう。いきます。はい、こんな感じで腕を下ろすとこんな感じになってます。このデザインがめちゃくちゃかっこいいんですよね。このカマキリ丸、このドクロみたいな見た目、めっちゃ悪そうなんですよね。はい、でこれパーツ配置面白くて、このカマキリのカマが見てください。このカマキリのカマが、はい、ここに来てるんですよ、肩の部分で。この後ろ足がこの手になってるんですよ。ほら、こんな感じで。これ面白いんですよ、この変形。はい、でこのもうね、武器カマを持ってる状態になってます。はい、めちゃくちゃにかっこいいんですよ。はい、っていうのがカマキリ丸です。じゃあ次ラスト。はい、こちら、これは蜂夜叉です。蜂夜叉、蜂ですね。はい、でこれ8人です。これもちょっと目が怖いですね。で蜂の頭してます。でこの羽がちょっと蜂っぽくなってるっていう、はい、これも刀1本ですね。はい、でこれを蜂に乗せられるんですけど、ここに乗せるとなんと蜂夜叉はギミックがあります。じゃあいきます。ここに乗せると、はい、羽が展開するっていうギミックがあります。面白い。はい、はい、こんな感じですね。めちゃくちゃいいね。で、次ね、こうやってやったら次変形させていきましょう。変形はここパカッと開きます。はい、こんな感じでパカッと開く。これめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。何回でもできる。はい、でここに入れます。はい、入れると変形します。いきます。はい、伸びるだけっていうね、この蜂夜叉が、この羽展開ギミックがある分、ちょっとね、この変形がちょっと簡単っていう。はい、伸びるだけです。はい、であとは腕を下ろしてあげて、でこれで蜂夜叉になります。いや、この頭のツルツル感とかさ、この右腕が蜂の頭で左腕がこの腹部でこの針ついてるところとか、シンプルだけどかっこいいですよね。これ面白い見た目してるんだよね。はい、でこれこの蜂の時の横なんですよね。体のほら横なんですよね。でこの足見てください。こういう X みたいになってて、この蜂状態でもこのロボット状態でも違和感ないような足になってたりとかっていうところがおもろいんですよね、このデザインとして。はい、っていう感じでこの中に入ってます。こういうさ、なんかコックピットに入ってる感があるんですよね、この虫人は。はい、これもこの中にこうやって入ってるっていう感じなんですよ。これがねおもろいですよ。これだけちょっと仰向けなんですけど、はい、っていうちょっと見てください、このロボットのほら、こうやってロボットで並べるとまたね、それぞれ個性があっていいですよね。いや、ほんとこれをもっと出してほしかったんですよね。本当に全部変形違うじゃないですか。この入れる位置も違うし、その虫人をね入れる位置も違うし、変形も違うっていう。で見た目もそれぞれ個性があって面白いっていう。ちょっとね戻していきましょうか。いやだからね、これすんごいいいね、個人的にすごい好きなシリーズだったんですけれども、4つしか発売してなかったっていうね感じですね。はい。なんでね今回この虫人をいきなりレビューしたかっていうと、最近虫がねなんかこう人気なんでね、今年は虫の年なんで、ね、キングオージャーとかねカブトボーグとかねいろいろやってるので、ちょっとそれにあやかりまして、この虫系、僕が大好きなこの虫おもちゃを紹介したっていう感じになっております。はい。
これめっちゃね、変形も簡単だし、ね、こう、遊んでて楽しいんですよね。なので、ちょっと、ね、もうちょっとやってほしかったんですけれども、まあ、しょうがないですね。はい。で、こっちですね。これも、やってあげて、ほら、こういうクリックとかあるんですよ。めちゃくちゃ気持ちいい。で、これですね、カマキリ。で、8。8を取り出して、で、これですね。はい。で、8になる。はい。こんな感じになってます。はい、おもろいね。変形も簡単だし、すごい手頃なんですよね。で、これが、価格がね、当時で3000円くらいですね。あ、税抜き3200円ですね。うん。っていうぐらいの、まあ、値段でした。いや、全然こんなね、すごい面白い商品なんでね、うん、全然いいと思いますね、個人的には。はい。まあ、という感じで、今回、虫人のね、はい、この、からくりメカ、レビューしましたけれど、いかがだったでしょうか。はい、ということでね、皆さんも、なんかもしね、虫人、買ってたよとかね、知ってるよっていう方がいたら、ぜひコメントね、してみてください。ということで、今回の動画いいなと思ったので、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。